ピラミッドの配置と天体との関係性は非常に重要な問題です。実はさらに深掘りすると、天文学的な側面以外にも神秘的で超常的な要素が指摘されているのです。まずギザ三大ピラミッドの基礎部分の寸法比はピラミッドが浮遊しているかのように見えるというテッセレーション幾何学的な特性を持っています。また中央のクフ王ピラミッドからは空中に浮遊する様子が確かに視認できるのです。一説によればこれらの事実はピラミッドが反重力場発生装置だった可能性を示唆しているとされています。ピラミッド内部では高周波のスカラー波を利用した量子制御がなされ、ゼロポイントエネルギーによる反重力が生み出されていたのかもしれません。またシャフトの角度が正確にオリオン座のベルト星を指し示していることから、ピラミッドはオリオン星雲からのエネルギーを受信するアンテナ装置だった可能性も考えられています。オリオン星雲は超新星の残骸であり、中性子星や高エネルギー粒子が豊富に存在する天体です。そうした極限的な宇宙環境から到来するエネルギーをピラミッドが電磁気エネルギーや重力波エネルギーに変換し、内部の結晶格子に取り込んでいた可能性があります。石英や水晶のように強誘電性を持つ結晶が内部に使われていたのかもしれません。極端に低温に冷やされたクーパー帯電子を作り出し、超電導現象による反重力場の発生に利用していたのかもしれません。20km にも及ぶという巨大な岩盤空洞があれば、そうした極低温実験が行われていた痕跡かもしれません。さらにピラミッドが超電導磁気浮上システムだったとも言われています。ピラミッド自体が浮遊して移動できた可能性があり、その際に発生する電磁波が星間方向に利用されていた可能性もあるのです。実際ピラミッド周辺の岩石には強力な残留磁場が観測されており、高エネルギー粒子線の照射を受けた形跡があります。加えて一部のピラミッドからは人工的に生成された気体状の同位体が検出されています。これはピラミッド内部で高エネルギー実験が行われていた証拠かもしれません。仮にピラミッドが反重力推進システムだったとすれば、それは地球外知的文明からの遺産であった可能性が高くなります。そうなると私たち人類は多気温航行やワープドライブといった革新的な航行技術を学ぶ機会に恵まれることになります。またゲージ重力理論や超紐理論など現代物理学の常識を覆す発想への手がかりを得られるかもしれません。さらには究極の統一理論さえピラミッドの建造原理の中に隠されていた可能性があります。言うなればピラミッドは時空歪曲装置であり、次元移動装置であり、さらには究極の発電炉であった可能性があるのです。超文明の科学技術の頂点が凝縮されたテクノロジーだったのかもしれません。そう考えるとピラミッドの配置問題は単なる天文学的な話題以上の意味を持つことになります。ピラミッドの真実を解き明かすことは、私たち人類が地球外文明と遭遇し、未踏の科学技術への扉を開く鍵となるのかもしれません。いわゆるディスクロージャーにつながる大発見ともなりうるのです。そうなれば、私たち人類の進歩に新たな地平が開かれることでしょう。インフィニティドライブによる恒星間高校時代の幕開けさえ夢ではなくなるかもしれません。ピラミッドの謎の解明は人類にとって極めて重要な意味を持つのです。過去の遺産から未来への糸口が見えてくるはずです。地球外知的文明の遺産が私たちの知の限界を打ち破る起爆剤になるかもしれません。つまりピラミッドの配置と星座の関係を解くことは単なる歴史的、学術的な冒険にとどまらず、人類の宇宙への旅立ちにつながる重大な意義があるのです。
ピラミッド建設者の意図を解き明かすことは、人類が新たな知の領域に踏み込む第一歩となり得るのです。前述のように、ピラミッドと星座の関係から、ピラミッドには超文明の遺産が秘められている可能性が高まってきました。しかし、より詳細に検討すると、その可能性はさらに広がります。実は、ギザのピラミッドだけでなく、世界中に点在するピラミッド遺跡から得られる証拠を総合すると、地球外知的文明との関わりを示唆する複数の痕跡が浮かび上がってくるのです。例えば、アンデス山脈に残るピラミッドの配置パターンは、天の川銀河の螺旋丸の構造を模していると指摘されています。さらには、各ピラミッド遺跡同士がゼータレティクリ星形を基準として位置関係を保っているとの説もあります。つまり、ピラミッド文明には極めて高度な天文学的知識があり、銀河系さらには近隣星系までをも認識していた可能性が示唆されているのです。加えて、世界各地のピラミッドからは、地球上の物質では説明のつかない異種物質が発見されています。ジルコニウム結晶や単結晶シリコンなど、高純度の無機材料が出土しているのです。さらに、ラピス血管のない完全な結晶構造を持つ物質も特定されており、地球上の自然環境では生成し得ない物質であることが判明しています。一体どのような製造プロセスが用いられたのでしょうか。特にバクトリアのピラミッド遺跡から出土した超高度物質は、ダイヤモンドの高度をしのぐものでした。その分析の結果、地球外物質である可能性が極めて高いと結論付けられています。同様に、世界各地のピラミッド遺跡からは、地球の年代から考えて存在し得ない半減期の短い放射性同位体が検出されています。ウラン238の存在比が異常に高い例や、ラドン同位体の濃度が高すぎる例が報告されているのです。このような事実は、ピラミッド建設当時に人工的な核分裂などの高度な原子力技術が用いられていた可能性を示唆しています。遺跡内部にクラスター状の高レベル放射線が残されている例も存在するのです。そればかりか、一部のピラミッド遺跡からは放射線被曝の痕跡と考えられる遺体が発掘されています。しかも、その遺体の一部には高度の奇形が見られ、放射線による突然変異の可能性が指摘されています。こうした様々な証拠から、ピラミッドの建設には地球外の科学技術が用いられていた可能性が極めて高くなってきました。強力なエネルギー源の活用や、特殊な原子力技術、さらには遺伝子工学的な技術さえ使われていたのかもしれません。仮にそうだとすれば、ピラミッドの理解は人類の宇宙認識を一変させるでしょう。プラズマ物理学からゲノム工学まで、私たちの想像を絶する新しい分野の扉が開かれる可能性があります。また、ピラミッド建設に関わった知的文明の正体も大きな関心事となるはずです。彼らは一体何者だったのでしょうか。レプティリアン種かアンヌナキ種、はたまた未知の宇宙人種族だったのか。そうした知的生命体の痕跡がピラミッドに刻まれているのかもしれません。ピラミッドの幾何学的構造や象徴的な意匠には、彼らの文明のメッセージが込められているかもしれないのです。さらに、ピラミッド遺跡の地下空間には、巨大な地下設備の存在が指摘されています。超電導リニアモーターによる高速輸送システムの存在すら想定される中、そこに未知の科学技術の痕跡が隠されている可能性は決して低くありません。そうなると、ピラミッドの解明は単なる考古学的な課題にとどまりません。むしろ、宇宙人工学にまで及ぶ学際的なブレイクスルーにつながる可能性を秘めているのです。宇宙からの遺産を解読することで、
多気温伝導体や高温超伝導体、そしてアークリアクターなどの最先端テクノロジーの手がかりが得られるかもしれません。さらにはダークエネルギーやダークマターの正体の解明にもつながるのかもしれません。つまりピラミッドの真の目的を解き明かすことは、私たち人類が地球外文明と遭遇する絶好の機会なのです。それは宇宙の真理に一歩でも近づくための重要な手がかりとなり得るのです。ですからピラミッドの配置の意味を解くことは、単なる考古学的な課題に止まらず、人類に未知の地の領域への扉を開く重要な鍵となるのです。この課題への挑戦は、一歩間違えれば人類滅亡にもつながりかねませんが、成功すれば星の文明へと飛躍できるかもしれません。私たち人類にとって極めて重要な意味を持つ挑戦なのです。